こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。ということでタイトルにもあるように調査兵団団長エルヴィンがいかに無能か解説始めていくぜ。とか言って、ただの釣りタイトルで、最後にはなんだかんだ褒めたたえるやつでしょ？いや、あいつはただただ有能に見えてるだけだぜ。本当なの？疑わしいけど。なぜエルヴィンが無能なのか、まず一つ目は必要以上の犠牲を求めること。二つ目は勝ちパターンが見えてるのに勝率を上げるための努力が不足しているところだぜ。もはや致命的なんだぜ。若干悪意を感じるけど、仕方ないから一つ一つ聞いてあげるわ。じゃあ実例を交えて話していくか。ということで女型の巨人戦単行本5巻21話7巻30話、第57回壁外調査を取り上げるぜ。エレンたち104期生が初めて参加した壁外調査だね。そう。ここで調査兵団は大きなチャンスを得て、それを活かせず壊滅的な損害を受けました。結果的にはそうだけど、あれは仕方なかったんじゃない？だって何もわからない状態で戦うんだからある程度の損害は、そのある程度の損害が約120名の調査兵リブ相反か？ともかく敵味方の戦力差と状況を整理しよう。頼んだレ夢ム。はいはい。まずはマーレ軍から。こちらの戦力は女型の巨人1体、内定2人だね。目標は未知の巨人の力を持つエレンの確保。ただしエレンの居場所は不明で護衛戦力の規模実力も未確認。続いて調査兵団。戦力は騎兵300人。目標は巨人側の裏切り者の炙り出し。こちらも裏切り者の規模がわからず信頼できる味方の数が少なく、敵の正体もわからない。で、戦いの結果は？マーレ軍の損害はゼロ、調査兵団は右翼部隊がほぼ壊滅。損害は推定4割約120人。目標は両者果たせず、勝者はなし。ただ、一方的にやられた調査兵団側の、エルヴィンの負けと言えるぜ。でもさ、この結果だけでエルヴィンを無能っていうのは違くない？私だってたかが一回負けたぐらいで無能とは言わないぜ。織田信長だって連戦連勝じゃないからな。じゃあなんでよ？この負け戦の結果を出すのに4割の損害を出す必要あったか？だって裏切り者がいるかもしれないんでしょ？じゃあ裏切り者の疑いがある人たちを抜き取って作戦をすればいいじゃないか。ほとんどは無関係なんだぜ。ここで関与しようという奴を拘束して拷問すればいい。それこそ机上の空論じゃない？じゃあ作戦例を挙げよう。はぁ。どうぞ。まずは旧調査兵団本部リブ相反でエレンを監視していた城2年以上調査兵をしていた信用できる戦力の8割を集めて、残りの2割を隔離した調査兵の監視監禁に回す。ストエスクの戦いの時のライナーやコニーみたいな感じだね。そしてエレンを監視していた旧調査兵団本部を要塞化する。壕を掘ったり、対巨人拘束機を隠蔽して各地に設置したり、地面にべらぼうな爆薬を仕掛けておいていざって時に地面ごと吹き飛ばすのもありだな。とにかく要塞化する。女型はともかく、鎧とか超大型には意味あるのかな？ないよりまし、そして正体不明の巨人か人間を理解するため何日までに解剖するとか、結局いついつに処刑するとか適当なデマを流しておびき出す。この時の日付は直近にして敵に考えて協力する暇を与えないのが重要。戦場は設定したから、あとは戦って捕虜を確保するだけ。こうすればリブアイ兵長とリブアイ班、それにミケ、ナナバ、ゲルガー、あたりの再生鋭がいるし、味方が強くてかつ集中して連携が取れる分戦闘による被害のリスクは一番低い。なおかつ余計な損耗の原因になる若い兵士は隔離してるから安全。それで解決するとは思えないんだけど。解決するとは言ってないよ。これも一例だから。言いたかったのはもっとリスクと損耗を抑えられる戦い方があったじゃないかってこと。
巨大木の森は立体起動しやすいけどいわば敵地のど真ん中で無垢の巨人の数は不明、事前準備もできず、対巨人高速機の設営は間に合う保証がない。不確定要素が多すぎるぜ。逆に壁内に戦場を設定できれば無垢の巨人派いないし事前準備も十分にできる。エルヴィンは戦場の選定から間違ってたと言えるのぜ。思案不足、事前準備の段階で努力不足だぜ。今更だけど、なんでそこまで戦力喪失に関わるの？戦いなんだから、兵が死ぬのは当然でしょ？調査兵ってのは他の2つの兵団の兵とは比べ物にならないくらい強い精鋭部隊なのは知ってるか？そりゃ、そういう設定だしね。じゃあさ、調査兵1人を育て上げるのがどれだけ大変かわかるか？駐屯兵は志願しなくの戦い、トロスト区の戦いで立体機動が簡単な市街地の戦闘にもかかわらず、巨人一体を討伐するのに十数人の被害を出していた。第57回壁外調査でエルブインから切り捨ててもいい判定されていたネス班長は部下と二人で平原にもかかわらず巨人を討伐していたんだぜ。これと張り合える駐屯兵はヤンさんとかレベルぐらいなもんだ。ここまで兵隊を育て上げるのに、どれだけの税金と資源と時間を費やしてきたと思ってんの？アメリカ陸軍は普通の兵士一人を育てるのに、2年の年月と約1億円の金をかけてるんだぜ。モブでさえこれだけの戦闘力を発揮できる調査兵ってのは、全員が精鋭であって湯水のように使っていい戦力じゃないんだぜ。エルブインは配下の兵隊の価値を理解せずに切り捨てたんだ。最大の罪はそこだな。一理あるかもね。あの戦いで溶かした調査兵を再建するのに何年かかっていくらかかるか、考えただけで絶望だ。それをたったの1日で使い切りやがって。でもほら100年兵を養うは1日これを持ち因がためっていうし。それを毎回されたら困るんだよ。第57回壁外調査、ストヘス区の戦い、ライナーベルトルト追撃戦、王政打倒における一連の戦闘、ウォールマリア奪還作戦。これ全部2ヶ月間での出来事だからね。戦いに勝つのは大切だ。でもただただ勝てばいいってものじゃない。どうやって勝るかも同じぐらい大切なんだ。指揮官としてそれはわきまえないといけないことなんだぜ。ともかく、目標の達成に必要な損耗以上のリスクを取る作戦をわざわざ言った。そして精鋭の調査兵を無駄に損耗させた。以上が第57回壁外調査における大問題点なんだぜ。言われてみればそんな気もしなくはないけど、偶然じゃない？一度だけじゃないんだなそれが。ストヘス区の戦いでも同じような結果になってるだろ？まだ何か言いたそうね。ああ、言いたいことは山ほどあるんだぜ。ってことで次回はエルヴィン・ミノルは無能説続いていくぜ。面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくね。